皆さんこんにちは。こんにちは。設計されたものの試作されなかった未完成の兵器たち。そこに本当の珍兵器があるということで、このチャンネルでは未完成兵器を多く紹介しています。いつの間にか30個以上紹介しとるな。試作されていないものは資料そのものが残されていなかったり、情報が少なかったりするのですが、今回紹介するロシアでは、当局に寄せられた今までの資料が大切に保管されています。そこはちゃんとしとるな。ちなみにどこに保管されとるん？セントラリにアルヒフ・ミニステルストバ・オボルニ・ラシースカイ・フェデラツィというイキリ施設だよ。イキリは余計や。Google 先生によると、モスクワから 36km ほど南にあるポドリズク市にある施設で、ロシア国防省の中央公文書館だね。ちなみに、この施設の Google 評価は星 4.1。高いやん。口コミを見ると、完全予約制で、閲覧時間は最大で2時間。資料の撮影はできるものの、申請書を出す必要があり、次の閲覧までには3週間の時間を空けないといけないらしいね。ほう、そうなんか。ちなみにこの施設にはトイレと駐車場がないそうで、行かれる方は注意してくださいね。誰も行かんやろ。前置きが長くなりましたが、今回紹介するのは、そんな駐車場すらない、恐ろしやな施設で発掘された、とある兵器の設計、概念図です。早速、どのような兵器なのか画像を紹介していきます。こちらです。なんか履体の横に変なのついとるで。さすがあかねちゃん。何個も珍兵器を見続けてきたことはあるね。最近はゲームも混じっとるからな。紹介を始める前に、今回の動画はこのような構成でお送りします。最初に、設計者の紹介と構想された戦車の概要。次に、どのようにこの戦車を使おうとしていたのか。そして、この戦車は当局にどう判断されたのかです。では最初に、この戦車を設計した人物について紹介していきます。残されている資料によると、設計したのは、エミン・アブラミャン・テル・グリゴリャンという人物です。どんな人やったん？全く不明で何の資料も出てきませんでした。まあいつもと同じか。ただ、この資料を見てもわかるようにかなり丁寧に描かれていることから、少なくともこの手の軍事分野に何らかの知識があり、例えば仕事などで設計に携わっていたことは間違いないと考えられます。前にぐにゃんぐにゃんの設計図書いとる人もおったからな。その人に比べるとかなり慣れた人ってのは間違いないで。エミンが構想したこの戦車はどのように使用するのか、あかねちゃんはわかるかな？多分履体についとる丸い装備がわかれば答えが出ると思うんやけど。お？あれやな。これって敵の陣地を。お？壊して回る的な戦車やろ。正解もろたで。大外れだね。何に使うんこれ。この車両は山岳地域で運用するための戦車、山岳戦車として設計され、左右の構造は車輪になっていました。これ車輪なんか？この戦車の設計、概念図は1941年2月に現代の装甲車両総局という当時のソ連の陸軍軍事技術部門に提出されました。この車両についてエミンはこのように語っています。私は全く新しい万能型の全地形戦車を提案します。この戦車は卓越した走破性があり、動物のように山を張って進みます。ほう。エミンが主張するには、当時、山岳地帯で戦う様々な装備、例えば専用の大砲なども開発されていたものの、戦車だけが存在していなかったそうです。そこでこの車輪を使って縦横無尽に動き回ることができる車両として設計されたのが、この山岳戦車になります。つまりこの車輪は横転しないための補助輪みたいな感じか。補助輪といえばそうなんだけど、360度好きな角度に回転できる構造になっていました。これ回転するん？ゆるふわ軍事チャンネル。次はどのようにこの戦車を運用しようとしていたのか見ていこうと思います。エミンが考えた具体的な車輪の使い方が残されているので紹介していきます。こちらです。なるほど。車輪で溝を通過したり、いろいろできるって感じやったんか。さらっと紹介すると、まず通常の戦車のように履体を使った早期走行ができて、車輪を使った双輪走行もできるようになっていたそうです。これは便利そうやな。そして、例えば、通常の戦車が越えられない高さをよじ登ったり、塹壕のような溝があっても、車輪とアームを使って上手に通過できたようです。
こちらでは片側の車輪だけを使って水平を保つようなこともできるという図が示されています。これはすごいやん。どこでも行けるで。ちなみに、最大50度の坂も登れるようなことが示されているね。これは無理なんやない？でも全体的に本当にできるか、怪しい感じがするな。次に戦車の仕様を見ていきましょう。最初に戦車の操縦に関してです。エミンによると、この山岳戦車には合計で8つのペダルを搭載していました。8つ。人間の足は2本しかないで。どのように操縦するのか詳しい記載はないのですが、8つ搭載することで複雑な操作が可能になると説明していたそうです。武装については2つの砲塔がついており、大砲と2つの機銃を搭載していました。これについても詳しい説明がなく、口径などは明らかになっていません。そしてこの砲塔が画期的なものになっており、エミンによると、電気式の照準器を搭載することで、車長兼砲手がボタンを押すと、電気システムを介して適切な角度で発砲することができたとしています。現代のように距離とか測って自動的に角度を決めるような感じか。ただこの時代にそのような技術があったのかは不明です。多分ないんちゃうん。それだけではなく、まだあるん。エミンによるとこの戦車は様々な用途で使用できると主張していました。例えば移動中に敵の通信網を破壊することができたそうです。移動中に通信網を破壊？どうやるん？詳細は不明です。また、車両の床にハッチがついており、車長が開いて地面に地雷を付出。遠隔操作でその地雷を爆発させることができたそうです。遠隔操作。他にも、歩兵の支援や輸送任務、上陸作戦の支援、工兵の作業支援など、一通りのことは何でもできたそうです。これもう山岳戦車やないな。山岳でも使える未来戦車や。ではこの戦車、当局はどう判断したのでしょうか？結果は分かっとるけどどうなったん？もちろん不採用になりました。そうやと思ったわ。なぜ画期的とも言える戦車が不採用になってしまったのか。理由は複数挙げられています。まあ突っ込みどころは多そうやけどな。まず普通の戦車に比べて設計が複雑すぎたという点です。普通の戦車にプラス4つのアームみたいなもんつけとるからな。このアームというか車輪についてもすぐに壊れてしまうだろうと判断されていたそうです。仮に構造や車輪の問題がクリアできたとして、車内空間が狭すぎではないかという指摘もされました。ソ連の戦車は狭い言われるからな。ただ狭いだけではなく、エミンは砲弾を乗せるスペースを用意し忘れるという致命的なミスをしていました。何してんねん。地雷とか考える前にすることあるやん。もうそこらの銃来ちゃうで。さらに、これまだあるん。この4つの車輪が原因で戦車の幅が大きくなったため、例えば山などの森林地帯を通過させることがそもそも難しいという意見も出されました。車輪が原因で全部ダメダメになってて草。当局はこのような点から、設計の完成度が低く、仮に試作しても実用性に欠けると判断し、不採用の判断を下しました。ゆるふわ軍事チャンネル。それにしても、今回も随分へんてこな戦車やったな。平地ではなく、こういった山岳地帯で使う戦車というのは、当時ソ連では他にもいくつか設計案が提出されていたらしいのですが、専用車両や装備をつけた車両というのは多分開発されていないことから、そこまで必要とされていなかったことがわかります。あってもええ感じはするけどな。記録では、ドイツ軍が侵攻してきた時に、ソ連は T26 戦車の砲塔だけを利用した統治下により、峠道を守ったという話があるらしく、そう考えると、履帯をつけた専用の戦車ではなく、対戦車砲や統治下という装備があれば、守ることはできるということになるのかもしれないね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。